皆さんこんにちは、シオネルです。今日は新しく走り始めたばかりの観光列車グランテン空に乗って世界遺産高野山へ。特等席で美味しい食事と山々の絶景を楽しみながら聖地への旅に出発です。出発は南海電鉄難波駅から。今回はグランテン空のための専用ホームができたので、そこから乗車します。今歩いてるのは1、2番線のホームです。奥まで歩いていくと隠れホーム的に突然現れました。グランテン空専用の0番乗り場です。もう雰囲気が他のホームとは全く違います。今からオーケストラ鑑賞が始まりそうです。こちらが0番線専用の駅名表。同じ難波駅ですが特別な乗り場であることがよくわかります。今回私は難波駅からの第2便12時45分発に乗車します。到着の電車は観光列車グランテン空高野山極楽橋行きです。この電車は全車両座席指定です。乗車券の他にシンクの車体に光が当たりツヤンときらめき高級感があります。凛とした雰囲気でこれから聖地へ向かう旅が始まることを乗る前から感じさせてくれるデザインだなと思います。車体には南海電鉄の車掌歯車マークをモチーフにしたデザインが描かれています。羽を広げるような曲線には旅の可能性を広げてほしいという思いが込められているそうです。さらに高野山に咲くシャクナゲなど沿線にゆかりのある植物の装飾も取り入れられていて、これから訪れる場所の雰囲気を列車からも感じられるデザインとなっています。1号車はリラックスシート、1プラス2列配置のリクライニングシートでゆったりと快適に過ごせる空間です。車椅子対応座席も用意されています。改造車両のため窓が全くない場所もあります。予約時に座席と窓位置の関係は見ることができるのですが、ここら辺は注意しておいた方がいいかもしれません。2号車はワイドビューシート、景色を楽しめるように片側は窓向きの2人掛けシートとテーブルカウンターになっていて、反対側には2人用ボックスシートが配置されています。車内は木がふんだんに使用されていて、座席のお花と緑も沿線らしさが詰まっているなと思います。車体には大きな羅針盤のようなものが掲げられています。東西南北ではなく N 難波、K 高野山、W 和歌山、K 関西国際空港と南海電車が走っている場所の名前が書かれています。この列車の旅をきっかけに沿線各地の魅力へ触れてほしいという思いが込められているそうです。スタイリッシュで素敵な制服を着たアテンダントさんがお迎えしてくれて、いざ乗車します。この制服なのですが星野純子さんが手掛けられているそうです。ありがとうございます。私が予約したのは4号車グランシートです。最大4人で利用できるソファー席で景色を眺めながらゆったりと食事を楽しめます。そしてもうすでに机に用意されていますが、南海電鉄は私鉄の中で初めて食堂車を導入していて、今回が食事サービス100年ぶりの復活です。せっかく食事サービス復活ということで、私は今回ランチコースで予約しました。待って、ふかふか。しかも肌触りがすごくいいです。皆様お待たせいたしました。グランテン空高野山極楽橋行きです。次は新南宮です。新南宮の次はグランテン空は2026年4月24日にこれまで活躍してきた観光列車天空に代わる存在として運行区間を延ばしまして、難波駅から極楽橋駅間で運行を開始しました。毎週水曜日と第2、4木曜日を除く毎日2往復の運行です。コンセプトは高野山への旅に新しい体験を作り出す。受け継がれてきた景色や空気感はそのままに、車両やサービスにさらに磨きがかけられているそうです。
出発してすぐに見えるのは大阪のランドマーク通天閣とあべのハルカスです。都会の景色を眺めながら、もう本当に優雅ですね。ファーストドリンクがやってきました。ランチプランだとフリードリンクです。ラインナップも豊富で、もう全部飲みたいので厳選するのが大変です。改めて今回私が予約したのはグランシートのランチコース、2名以上から利用可能なお席です。なので今回は私は姉との2人旅です。料金は合計人数によって異なりますが、2人で29,860円。みかんの味はしっかりありながらもさっぱりしていてすごく美味しいです。では早速お食事をいただきます。こちらがレストラン源氏監修ランチメニューです。南大阪や和歌山の地元食材をふんだんに使った12種類の創作料理がお重に並びます。見た目にも美しいお料理たちにお腹が空いてるのに、まだもう少し眺めていたいなって思っちゃいます。こちらは事前にメニューを見ていて楽しみにしていた土瓶蒸しです。冷製の土瓶蒸しは初めてでしたが、中華風だったのかな。柑橘がすっきりとしたアクセントになっていて、スルスル飲んでしまいました。見ての通り列車は結構揺れますので、食べるときはこの揺れに身を預けながら慎重にいただきます。もちもちで上品なお味です。もともとごま豆腐は好きですが、お気に入りの一品でした。車窓はまだまだお店や住宅がひしめき合う賑やかな景色です。4号車入り口のパテーションには真田紐というのが使われていて、沿線の九度山で過ごした真田幸村に由来すると伝えられている日本の伝統工芸です。高野山の麓の草木で染めた糸を職人さんが一つ一つ手織りしているそうで、ほっとするような温かみも感じられます。地域で受け継がれてきた素材や駅、線路、産業を支えてきた工業製品たち、そんな土地の記憶がグラン天空の車内で新たな姿へと生まれ変わっています。海外のデザインも取り入れられていて、時代も国も異なる組み合わせですが、不思議と空間にまとまりがあります。グラン天空ならではの世界観が作り上げられていますよね。右手には南海電鉄最大の千代田車庫工場をご覧いただけます。車窓のポイントなどはアナウンスでも案内してくれるので、安心して楽しむことができます。たくさん並んだ南海電鉄の車両、絶景です。お食事は全部冷製ですごく食べやすいです。美味しくて無心でパクパク食べてしまいます。もうドリンクもごくごく進むので、早速次のドリンクを注文します。ドライフルーツ好きにはたまらない一品。ムチっとした食感も良くてデザートみたいでした。これめっちゃ好き。私は普段お酒は飲みませんが、今日はせっかくなので梅酒をいただきます。梅酒ってちょっと茶色っぽいイメージだったんですけど、もうこの透き通る鮮やかな赤がすっごく綺麗で、見た目からも楽しませてくれるドリンクです。そしてお味はさっぱりとしていて美味しいです。電車の中で美味しい生魚が食べられるっていいよなぁと実感します。予
揺れる車内や窓いっぱいの緑も含めて一つのコースみたいで、移動中の食事なのにむしろ普通のお店よりも旅の空気を濃く感じられるのが食事サービスの良さであるなと思います。新木見トンネルを抜けると大阪から和歌山へ、緑が多くのどかな景色に変わってきました。3号車のロビーラウンジでは軽食やお土産を購入できます。カウンター背面のレンガはもともとは南波駅舎で使われていたものです。ドア横の手すりを持ってびっくりしたのですが、古いレールが再利用されています。これも伝統工芸のものなのでしょうか。細部までのこだわりが旅を盛り上げてくれます。車内と車窓も含めて一つの作品に感じられますね。お手洗いは1号車と3号車にあります。パウダールームにも上質な空間が広がっていました。手洗い鉢やイチョウをかたどったプレートには300年以上の歴史を持つ大阪なにわすずきが使われています。スズキは錆びにくく、器にすると酒の味もまろやかになるそうです。グラン天空の前身、天空時代の始まりの駅、橋本駅に到着しました。ここから列車は終点の極楽橋駅まで 50% の勾配をぐっと登っていきます。列車はまもなく姫川橋梁を徐行しながら通過いたします。旅のひとときを彩る景色をどうぞお楽しみください。高野山産経関連遺産として近代化産業遺産に登録されている紀の川橋梁。穏やかに広がる紀の川の流れと、それを見守るような空、たくさんの緑、心がすっとほどけていく光景です。皆様、次の停車駅黒山駅についてご案内いたします。黒山は戦国武将真田昌幸、雪村親子のゆかりの地であることをご存知でしょうか。今からおよそ400年前、関ヶ原の戦いで真田家が得する軍は敗れ、高野山に追放されました。その後、黒山に今も残る真田川に移り、大阪の陣までの14年間を過ごしました。個室というわけではないんですけど、座席間には木の仕切りがあって圧迫感なくプライベート空間が保たれています。記念スタンプももちろん押してきました。ファイル、水、コースターなどはお持ち帰りが可能です。九度山駅に到着しました。駅には真田幸村をイメージした赤備え甲冑や六文銭のデザインが取り入れられています。これから50%の急勾配を登ってまいります。50%とは 1000m 進むごとに 50m 登るという意味でございます。この先、車窓からグラン天空の真紅の車体が大きくカーブしていく様子がご覧いただけます。車輪が音を立てながら急勾配を蛇行して進む都南鉄道らしさをぜひお楽しみください。山岳鉄道らしく車窓いっぱいに広がる緑に車内までも包み込まれていくようです。こちらの椅子に座って美しい車窓をより近くで眺めることもできます。ハート型のモナカをお土産に購入しました。気づけばどんどんと空に近づいてくるので、車窓から目が離せません。見上げていた山の景色が目の前に広がって、なんだか宙を浮いているような感覚です。細川駅。よいしょ。やっぱ緑にこの車体が映えます。
と運転手さんが帽子を貸してくれて写真も撮ってくれました。列車全体と制帽をかぶった自分のこんなに綺麗な写真を撮っていただけて、もう最高の思い出になりました。ありがとうございました。ちょっと9分間あったんですけど、あまりにも時間が足りなかった。すごーい、めちゃくちゃ間空いてるわ。こんだけカーブのところに。ここからあとちょっと登ります。そろそろ極楽橋駅に到着です。美味しい食事に少しずつ変わっていく車窓の景色、移動そのものを存分に楽しみながら高野山へ向かう贅沢な時間でした。本日はグランテンクをご利用くださいまして誠にありがとうございました。あまりにもあっという間すぎました。ありがとうございます。ありがとうございました。極楽橋駅到着しました。もう本当にあっという間。ここからケーブルカーに接続しているので、高野山観光に出かけてきます。ここからはケーブルカーで高野山駅へ向かいます。グランシートで予約した場合、ケーブルカーの運賃も含まれています。この乗車券の QR コードに時間制限があるみたいで要注意です。皆様お待たせいたしました。新婚日朝の戦士世界遺産高野山にお越しくださいましてありがとうございます。このケーブルカーはスイス製でヨーロッパ風の設計が特徴的な車体に高野山南東伽藍の根本大塔をイメージさせる水道コンセプトカラーとしており、標高867メートルの高野山駅までの急行間をおよそ5分で運転しています。この高低差が伝わるでしょうか。画面で見るよりも自分の目で見た方がもう垂直っていうくらい上に線路が伸びています。現在乗車している極楽橋駅から高野山駅までを結ぶのが南海電鉄の高野山ケーブルです。328メートルの高低差を約5分で一気に上昇。傾斜は日本トップレベルです。私はよく箱根のケーブルカーに乗るのですが、そこよりも傾斜がすごいです。この傾斜をケーブル1本で持ち上げているのが本当にすごいですよね。傾斜がすごくて階段がちょっと怖かったです。こちらが高野山駅。洋風のデザインをベースにしていますが、お寺のような雰囲気も感じられます。高野山の玄関口にふさわしい落ち着いた佇まいで、国の登録有形文化財にも登録されています。高野山に向かうにはここからさらにバスに乗ります。少し時間はかかりますが、本当に心が洗われる場所なので、グラン天空に乗った際にはぜひセットで訪れてみてほしいなと思います。一番有名どころだと奥の院前で降ります。高野山で最も神聖な場所です。いい音ですね。世界遺産高野山は平安時代に弘法大師空海によって開かれた真言密教の聖地です。名前だけ聞くと山を想像しますが、100を超える寺院が集まっています。1日かけてゆっくりとじっくりと巡りたい場所です。帰りは特急荒野で帰ります。めちゃくちゃレトロで可愛い。帰りは普通列車で帰る予定だったのですが、前々から会ってみたかった特急荒野に乗って、先ほどは最新の観光列車でしたが、今度は昭和レトロな列車からあの景色をもう一度堪能したいと思います。皆様お待たせいたしました。
本日も南海電鉄をご利用くださいましてありがとうございます。特急高野難波行きです。急勾配とカーブが続き、窓いっぱいに緑が流れていきます。に止まります。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。メンバーシップでは週1で配信などもしていますので、ぜひチェックしてみてください。またねー。